こんにちは、マヤアリカです。今回はエルサレム旧市街の見どころの中でも、嘆きの壁の中にある秘密のシナゴークや神殿の丘など、ユダヤ教、イスラム教の見どころをピックアップしてお届けします。それでは早速本編スタートです。エルサレムはイスラエルの中の真ん中あたりに位置しています。今回はまずヤッフ門から旧市街に入ってまっすぐ進んで嘆きの壁を目指します。なんかめっちゃ歌ってる人がいる。ユダヤ人地区のメインの広場にあるシナゴークが見えてきました。こちらの黄金の燭台は第三神殿が再建された時にその神殿に飾るためにすでに準備されているものとのことです。イスラム教徒にとってはちょっと心穏やかではないかもしれませんね。この辺りのユダヤ人地区の通りには2000年前はユダヤの有名なラビたちが暮らしていたと言われています。今ではこんな感じでたくさんのお土産物屋さんやレストランが並んでいます。旧市街に住みたがっている人も多いとのことですが、もうすでに空いている物件がほとんどないのと、家賃も非常に高いので、なかなか旧市街に住むことは難しい人が多いようです。西壁が見えてきました。ここに入るには荷物検査が必要なようです。Welcome to the Western Wall ということで、かなり特別な地域って感じがしてきましたね。プレイヤープラザ、男性と女性のお祈りの場所があっちにあるそうです。ゴールデンロックも見えてきました。あちらが神殿の丘です。神殿の丘とは紀元前にはこのように小高い山のモリア山があった場所です。このモリア山というのがユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖地として崇められている場所でした。ユダヤ教徒においてはアブラハムの信仰の場所とされています。アブラハムはモリア山で神によって息子イサクを犠牲に捧げるように命じられましたが、最後の瞬間で神によって止められました。キリスト教徒にとってモリア山はここでイエス・キリストが十字架にかけられ亡くなった後に復活した場所とされています。そしてイスラム教の伝承によれば、預言者ムハンマドが一夜で天からモリア山に昇天したとされており、この出来事はイスラム教の夜の旅として有名な伝説となっています。このモリア山にはソロモン王の時代、紀元前10世紀に第一神殿が建てられました。神殿の建設はダビデ王の時代からの悲願であり、ダビデ王が用意していた建築資材も使われ、内側は黄金で覆われていたと言われています。このユダヤの大神殿にはモーセが授かった三種の神器を入れたアークが祀られていたと言われています。その第一神殿は紀元前586年にバビロンによって破壊され、その後バビロン捕囚から戻ってきたユダヤ人たちの手によって第二神殿が再建されました。その後紀元70年にローマ帝国によってエルサレムが陥落すると、第二神殿も再度破壊されてしまいました。その時にアークも持ち出されたのではないかと言われていますが、未だにそのアークは見つかっておらず、日本の剣山に隠されているのではないかという伝説もあるなど、未だに世界のミステリーの一つとなっています。
現在残っているこちらの嘆きの壁は70年にローマに破壊された神殿の西側の壁にあたります。ここでは昼夜問わずユダヤ人たちが清掃をして祈りを捧げています。皆さんできるだけオリジナルの神殿の近くで祈りを捧げたいという思いがあるそうです。あちらの壁の上にある神殿の丘に入ってみたいと思います。神殿の丘に行くにはあちらの木の階段から行く必要があるんですけれども、そちらに行くためにはですね、ちょっとぐるっと回る必要があるみたいです。一回あちらの出口から出て左側に回り込みます。この日は木曜日だったので、ちょうどユダヤ人の成人式ミツバの儀式が行われていました。ユダヤ教では男の子は13歳、女の子は12歳になるとユダヤ教の戒律を守ることができる年齢とされ、毎週月曜日と木曜日にこの成人の儀式が盛大に行われています。ミツバのお祭りムードの中、神殿の丘へ向かうセキュリティを通ります。そしてこちらの通路からはこうやって上から嘆きの壁の様子を見ることができる貴重なスポットとなっています。この辺かなり壁に近づいてきました。こちら iPhone で拡大した映像ですけれども、やはりユダヤの礼拝の衣装はかなり独特な雰囲気を醸し出していますね。実は日本の天狗とこのユダヤのお祈りの衣装が酷似していると言われています。また日本の山奥で修行をしていた山伏と言われる人々とユダヤの衣装も非常に似ています。エルサレムの旧市街では山伏の笛と全く同じようなものが売られていました。これは偶然ではなく、紀元後70年にエルサレムの第二神殿が崩壊する前後にユダヤ人のいくつかのグループが日本に逃れてきていたためではないかと言われています。すごいイオニア式の柱の遺跡がこんなところに普通に置いてあります。ローマの神殿のような感じですね。はい、この神殿の丘の中に入るためにはこのように肌を露出しないようなスカーフが必要となります。でもし忘れてきてしまったとしてもあちらで無料で貸していただけるようなので問題はないんですけれども、自分でこのようなショールを持ってくるといいかなと思います。あとはですね、神殿の丘に入るときは宗教的なモチーフを感じさせるような、例えば十字架だったり六芒星だったりみたいな宗教的なモチーフのアクセサリーとかキーホルダーとかそういうのは持ち込むことができませんので、それは必ず注意して全て取っておく必要があります。なので私も今ネックレスを外してます。そしてですね、こちらの神殿の丘はキリスト教、イスラム教、ユダヤ教の聖地ということで、いろいろな宗教対立の舞台にもなっている場所です。ですので異教徒は祈ってはいけないというルールがあります。手を合わせているだけでも祈っているっていうふうに解釈されて警察に注意されたりとかする可能性がありますので、お祈りのような格好をしないように注意する必要もあります。あと神殿の丘のもう一つの注意事項としては、セキュリティで時々パスポートチェックをされる場合もあるとのことです。私は特に今日はパスポートを出してくださいって言われませんでしたけれども、万が一言われた時のためにパスポートも持ってくる方が安心だそうです。ゴールデンモスクめちゃくちゃ美しいですよね。うわー感激。ちなみにこちらの岩のドームは正式にはモスクではないとのことです。ウマイヤ朝の支配時代7世紀末に完成した神殿で、このドームにはイスラム教徒にとって重要な関わりを持つ聖なる石ファンデーションストーンが祀られているとのことです。ですのでこちらのドームはその神聖な岩を覆った記念堂という位置づけになっています。残念ながら異教徒はドームの中に入ることができませんので、こちらの天井の美しさを見てイスラムの雰囲気を楽しみました。
神殿の丘を堪能した後は嘆きの壁のエリアに戻って嘆きの壁の中にある地下遺跡のツアーの様子をご紹介します。こちらのツアーはイスラエル在住のジュエリーデザイナー美佐子さんが案内してくださったツアーです。同じ遺跡のツアーでもルートによっていろいろな種類がありましたけれども、私たちは一番新しいツアーに参加してみました。はい、今外の自動販売機でチケットをゲットしました。こちらホーテルトンネルツアーということで新しいツアーみたいですね。1人38シェケルです。私たちは6時半からのツアーに参加することができました。エルサレムは何度も侵略と陥落を繰り返し、滅びた都市の上に新しい都市を築いてきたため、何層にも遺跡が折り重なって存在しています。そのため今地上に見えている西壁もほんの一部でしかなく、本当はずっと高い壁で、その一部は未だに地中に埋もれています。ですのでこのツアーは地下に潜って2000年前に埋もれてしまった西壁の下の部分まで見に行くことができるツアーとなっています。You could read the whole book, but there is a tradition mentioned in the Zohar, in the Talmud, that it all began here in Jerusalem. Well, not here, but really down there on Mount Moriah. Where specifically? The foundation stone, Eben Hashtiyah. So remember that name, foundation stone of Mount Moriah. A holy bath, a ritual bath, a mikvah. Indeed, a mikvah is still used. 以前はこのように高度な治水技術で近くの山々から水が引かれていたとのことです。当時はこのようにローマ帝国にも勝るとも劣らない充実した水路が張り巡らされていました。ここが西壁のオリジナルの基礎だった部分です。石の大きさはすべてが同じではなく、非常に巨大な石もあるとのことで、当時どのように建築されたかは未だに分かっていないとのことです。こちらの丸い部分も貯水システムの一部とのことでした。In our little adventure today, we began over the bridge and then we went under the bridge. And we went into that beautiful Herodian lobby, right, with the ritual bath and all that, water fountains, another ritual bath. We went to the wall right now, and we walked under, we're right about there. Now the other tour, if you're curious, walk to the end of the western wall. So there's your little commercial. But you guys got the good tour. Don't worry about that. 最後にこのツアーのハイライトとなる知られざる地下のシナゴークに案内してくださいました。このシナゴークの正面の礼拝場にある壁が一番オリジナルの神殿に近い場所にあった壁だと考えられています。ですのでユダヤ教徒にとってはこのシナゴークで祈ることが一番効力を発揮すると考えられています。最後にみんな順番にこの聖なる祭壇で記念撮影を撮りました。やっぱ地下道だからすごいひんやりしますね。結構寒いね。本当に予想以上の美しさでした。夜8時ごろ外に出てみると、このように夕暮れ時で非常に美しい神殿の丘を見ることができました。それでは次にヤッフォ門のすぐ近くにあるダビデの塔の中の博物館の様子をお届けします。それでは今からダビデの塔のミュージアムに行ってみたいと思います。
イスラエルの土地はこのように度重なる異民族の侵略でたびたび支配者を変えてきました。展示法はとてもハイテクでいろいろな映像が駆使されていて、ビジュアルだけで直感的に学ぶことができるようになっていました。そしてこの博物館の見どころの一つは展示品だけではなく、その建物自体にあります。実はこの建物は紀元前73年頃から紀元後4年までユダヤ人たちを統治していたヘロデ王の邸宅の跡地となっています。ヘロデ王はイエス・キリストと同時代の王であり、イエス・キリストを処刑するようにローマ帝国に頼んだ張本人であるため、ユダヤ人やキリスト教徒からも非常に嫌われている王様です。そのため今ではこの建物はヘロデ王の名前ではなく、ユダヤ人たちから敬愛されているダビデ王の名前を取ってダビデの塔と呼ばれています。またこのダビデの塔の見晴らし台からはエルサレム旧市街の美しい景色を眺めることもできます。こちらはエルサレムをイスラムが支配していた時代のエキシビジョンです。こちら先ほどの黄金のドームの中身が見ることができます。ここではチケットを買うとこのようなオーディオガイドを一緒に受け取ることができます。そしてこのオーディオガイドをこうやってピッてやるとガイドが始まります。こちらは第二神殿が復元された模型のお部屋です。正面から見ると回廊が十字架の形をしているんですね。このようにダビデの塔の博物館もかなり充実した内容となっています。おすすめは日中の暑い時間に2時間ほど室内でこのような展示を楽しむことなのではないかと思います。そして最後にさらに余力がある方のためにシオン門から出て最後の晩餐のお部屋の隣にあるダビデ王の墓もご紹介しておきます。ダビデ王のお墓はシオン門から出てすぐ正面の徒歩3分ほどのところにあります。こちらがダビデ王のお墓の入り口です。ユダヤ人にとっては大変尊敬されている王様のため、参拝者がひっきりなしに訪れているそうです。こちらの中も女性の参拝所と男性の参拝所に分かれているようです。私はヘブライ語が読めないので慎重に女性の方々についていきました。伝説上の人物だと思っていたような人の棺が目の前にあると、本当に存在していたんだとすごくリアルに感じられますね。今回はエルサレム旧市街の中のユダヤ教・イスラム教の見どころをご紹介しました。次回は歴史上の史跡は少しお休みして、エルサレムの台所と言われているマハネー・イェフダ市場や旧市街のレストランなどエルサレムのグルメについてお届けしたいと思います。それではまた次回の Vlog でお会いしましょう。